君がこのイヤホンを手に入れて、最初にするべきこと。それは、イヤピを変えること。というわけで、やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、TRN-TA さん、低価格ブランド、TRN が、一つランクが上のノールズ製ドライバーを搭載し、お値段と品質を高めた、上位ハイブリッドイヤホンシリーズの2作目だ。音色の評価を、結論から言ってしまうと、TA さんは、このイヤホンの前作、TAH-MAX から発展させたようなサウンドで、メリハリが効いた、ベリリウムメッキ 10mm ダイナミックドライバーと、ノールズ製 BA ドライバーを採用した、TAH-MAX に、より、中音域から中高音域あたりを補強する、チタンコート振動板の、6mm 振動板をサンドイッチすることによって、バランスよく、それでいてくっきりとして見通しが良く、また、低音域側の量感も手に入れた、パワフル系 TRN の改良型モデル、と言っていいと思う。このレビュー見る前に感想を読んだ感じ、なんかもっと暴力と力が支配するサウンドバランスっぽいって？それは、付属イヤーピース、TRN キップスの罠なんだ。このイヤホンとほぼ同時に発表された、姉妹機に、このイヤホンから BA をぶっこ抜いたような、2ダイナミックドライバーモデル、TRN-MT4 があるんだけど、そっちはすこぶるさっぱりしたバランスで評判が良い。それに対し、TA さんは、なんで高級食材に化学調味料とニンニクとラー油とフライドガーリックを追加したと、突っ込みたくなるような、パワフルな低音、センすぎる高音域を持っているような印象が、箱出し状態ではある。が、これ、TRN キップスの罠なんだ。従来型のイヤーピースに変更してみると、TA さんは、TAH-MAX に近く、そしてそれをさらに強化したものであると感じられる。TA さんの 1BA とサイズの異なる2ダイナミックドライバー構成というのは、実は数年前に流行した方式で、当時、まだ現在ほど BA ドライバーが安くない時期に、KZ が発売して成功した、KZZS5 などの構成に近い、1BA1 ダイナミックドライバーイヤホンだけでは、うまく作っても、ある程度工程のピークポイントが強調されるもの。だったらダイナミックドライバーとダイナミックドライバーで補強し合ったところに BA 打ち込めばいいだろ、というアプローチ。その後、いくつかの派生機が発売されてて、この時期に BQEYZK1 などのような、低価格で優秀な、高低音色のグラデーションを持つような機種が登場したりしたんだ。で、話を戻すと、TRN-TA さんも、そんな機種たちの特徴を引き継いでいる。が、何度も言う通り、TRN キップスが初期付属だったのがまずかった。TRN キップスは、一般型のイヤーピースに比べて、高音域から中高音域あたりをくっきりと明瞭にできるイヤーピース。僕もお気に入りで、久しぶりに自腹で買い足ししたりしてるんだけど、このイヤーピース、TRN の TRN らしさを引き出すようなイヤピ、と言っていい。TRN のイヤホンは、もともと感触傾向があって、なおかつ、この音域がちょっと強めで、低音域側はあっさりとしており、ドライで情報量で勝負してくるイヤホンが多い傾向がある。でもいくらその傾向が好きだからといっても、適量というものがある。TA さんは、従来型のイヤーピースでも、この特徴を最大限楽しめるバランスに調整されてるんだけど、上級イヤーピースの TRN キップスが最初から装着されてるんだ。で、それをやった結果、すでに油の浮いてるラーメンにさらに油を追加するようなアンバランスな行為になってる、というわけ。キップス装着状態の TA さんは、明らかに高音域が刺激的すぎる、アンバランスで独特な音色を持つ、TRNV ジュースら彷彿とさせる音色だ。TA さんは、BA ドライバーの高音域を鋭く出力し、さらに、中高音域あたりも、このイヤホンの兄弟機、BA レスの MT4 よりさらに鋭くなる変更が加えられてる。このイヤホンの構成は、1BA1 ダイナミックドライバー1ダイナミックドライバー、1ダイナミックドライバー2台の内訳は、6mm と 10mm だ。10mm 派、低音域の弾力感と、ボーカルのウォームさ、そしてそれらのスロー感を吹き飛ばす金属音を持つ、ベリリウムメッキダイナミックドライバー、6mm 派、MT4 では薄型樹脂振動板、この TA さんでは、チタンコート振動板が採用されている。チタンコートダイナミックドライバーは、樹脂振動板に結構近い音色を持つ振動板のダイナミックドライバーなんだけども、残響などがピシッと止まりつつ、ウォーム感もある、ウォームさと小気味良さのバランスが良い傾向のイヤホンが多い振動板だ。このイヤホンの先代の TAH-MAX に1台足すのに、非常に説得力のある素材のダイナミックドライバーだな。つまり、TA さん、カリカリの BA、ボーカル帯域をしっかり表現できる、チタン 6mm ダイナミックドライバー、そして、豊かな低音域からサブベースと、ボーカルにも干渉している 10mm ベリリウムコートダイナミックドライバー、という、実に個性的なドライバーたちの個性をそがず、うまいことシナジーを生んでるイヤホンだ。ただし、この手のバランス、容易に崩れる。
本来、TRN 向けの高品質イヤピである TRN キップスは、キップスなし前提でギリギリのバランスをとっている、TA さんの高中音域に補強を入れちゃった、というわけ。この手の、初期装着のイヤーピースになんか妙にふにゃっふにゃのものをわざわざ別で用意して、なぜかイヤホンの視聴時の印象を下げるブランド、というのはいくつか見てきたけど、今回の場合は、上級イヤピがついてるからこそ、よりここで印象が固定されやすい感じになってるんじゃないかな。TA さんは、エネルギッシュで実に秀逸な、TRN らしさを感じられる一本だと思う。このイヤホンのキャラクターとしては、2018年から19年頃に大量に発売された、サイズの異なる2ダイナミックドライバに、1BA、ないしは 2BA を組み合わせた、KZZS5 の類似構成たちに近いものがあるんだけど、それらからさらに積み重ねられた年月と、TA シリーズ、という一つ上の仕様を自負するシリーズのおかげで、2種類のサイズだけでなく、2種類の振動板素材も加わってるんだ。こんなもん面白くないわけがないだろ？というわけで、TA さんは、TAH-MAX のパワフルなバランスを保ちつつ、そこに、チタンコート 6mm ダイナミックドライバー、という補強材を入れて、より音の数が多かったりしても大丈夫だし、特定の音域が必要な曲にも対応できるようになった、より万全な TA シリーズ、として扱うべきだと思う。このイヤホンの兄弟モデルの TRN-MT4 では、有利に働いた TRN キップスなんだけど、この TA さんに関しては、むしろマイナスに作用した、と考えていいと思うな。というわけで、イヤピを変えて聞いてみてほしい。変えるイヤピは、お気に入りのものでも、付属のものでも構わないぞ。TA さんについたマイナスイメージを払拭するには、他の付属イヤピに変更するだけで十分だと思うな。音色を分解してみよう。このイヤホン、高音域、高中音域、中音域、低音域でガラリと印象が変わる、異なる熱量の音色が、不思議に共存している。個性を打ち出すタイプのハイブリッドそのものの魅力的なサウンドだ。高音域、BA ドライバーらしい、金属質な音色。最近はここら辺を抑えて、より自然な印象に仕上げてくるハイブリッド型もあるけど、やっぱりここはエネルギッシュかつ分離感が良い。中高音域は、チタンコートダイナミックドライバでより高質になった 6mm ダイナミックドライバが顔を見せてる。高音域ほど鋭くないけど、やっぱり平均から見たらかなりソリッドに感じられて、ここら辺の音色が、これだけ個性の強い3ドライバなのに混じってないのがいいな。先代の 1BA1 ダイナミックドライバモデルである、TAH-MAX より、明らかにここの情報量が増えてるのも、TA さんの魅力だ。そして中音域と低音域。ベリリウムメッキダイナミックドライバを採用しているモデル、もしくはハイブリッドモデルは、どれも、中音域に独特の量感や熱量を感じる場合が多い。弾力を感じる音色で、個性と艶があって、肺活量のあるボーカルを聞くと非常に素晴らしいものになるんだけども、TA さんの場合は、チタンダイナミックドライバとベリリウムメッキダイナミックドライバの2つのダイナミックドライバの音が混ざるためか、それぞれに寄りすぎず、それでいていいところの出てる良いバランスに感じるな。低音域はベリリウムメッキダイナミックドライバの弾力と量感のある力強いもの。空気が振動するような大型の打楽器や、地鳴りなどで強烈な印象を残してくれる。そして、これら全体の生み出す空間表現は、こんな癖の強い3種のドライバーを組み合わせていながら、不思議ととっちらかっていない。こういうところに、上位機種である TA さんのお行儀の良さを感じるな。ただ、サウンドバランスは全くお行儀なんて考えずに、楽しくぶちかましてくる。やっぱり楽しく聞くタイプのイヤホンだ。これに TRN キップスを組み合わせると、バランスが崩壊して、高音が支配する世界になっちゃうので、キップスは本末転倒なんだけど、TRN 以外のイヤホンに組み合わせた時に進化を発揮しそうだな。事実、うちではナイス HCK ロフティ、ヤミンカノン、XENNS マンジアードトップあたりがキップスと組み合わされてるぞ。というわけで、楽しいハイブリッドとして、星5、非常におすすめの1台だと思う。キップスありの MT4 と組み合わせると、強烈な分離感と、それにもかかわらずエネルギッシュな低音域、という、中華ハイブリッドの良さをグリグリに押し出してる一本だということを再確認できるはずだ。そして、キップスの補正で評価が跳ね上がってる MT4 の良さも改めてわかるはず。どちらも非常に良いイヤホンなので、できれば両方持って聞き比べて遊んでみてほしいところだな。というわけで後回しになったけど、ビルド周りとかを見ていこうか。MT4 は高級機らしく、上質なフェイスプレートが用意されている。デザインも質感も良くて、1ランク上のイヤホンを掴んだ感覚になるはずだ。MT4 と TA さんの価格差は結構大きいので、そこにはしっかり理由があるんだけど、それはフェイスプレートだけでなく、ノールズ製の BA を採用している。また、さっきも言った通り、高音域も、通常の樹脂系振動板から、チタンコートダイナミックドライバー2変更されていて、これがしっかり音に影響を及ぼしてるな。
本体の基本的な構造は、下機種の TRN-MT4 と変わらないんだけど、しっかり装飾されたフェイスプレートは、大きく印象を変えているぞ。さらに、このイヤホンというか、TRN の上位グレードでは、ケーブルも良質なものが採用される。TA4 の魅力は、最初から、プラグ変換可能なケーブルが付属することだ。TRN のリケーブル用ケーブルの中でも取り回しが良く、中高音域がシャープに聞こえる理由の一つにもなっているぞ。フェイスプレートとケーブルが変わると、基本的には MT4 と同じはずなのに、全く違うイヤホンに見えてくる。もちろん、見た目の高級感を裏切らない、1グレードアップした音色が魅力だ。今回は悪者扱いされてしまった、TRN キップスは1サイズ1ペアのみが付属する。が、それ以外のいつも付属する3サイズ各1ペアのイヤーピースが別途付いてるぞ。それ以外の煩わしい付属品はなし、TRN らしい潔さだ。本体は、トリプルドライバー系としては非常に装着しやすくなっている。本体が樹脂製、それをサンドイッチするように、ノズルとフェイスプレートが金属製だ。この価格帯のイヤホンでよく見る形で、もちろん、装着感もそれに準ずる。つまり、今までよく使われてる形だから安心してよい、ということ。TA さんは、実にギリギリのバランスで成り立っている。2018年くらいの中華ハイブリッドを、そのまま高品質にしたような、夢のあるサウンドだ。それゆえにギリギリを狙っていて、初期イヤピの交換は必須。ただし、同梱品で対応できる。ケーブルはリケーブルする必要のない高品質なものだし、プラグ交換ができる低価格機は非常に貴重だ。ぜひ、おそらく本来のバランスと思われる、一般イヤピへの変更を行って、このイヤホンを聞き込んでほしい。わかりやすくパワフルな、良いイヤホンに感じるはずだぞ。おすすめだ。ちなみに、超低音量で聞きたい時には、キップスのバランスがいいかもな。TRN-V10 の生まれ変わりが欲しい人は、TRN 公式がちょうどいいものを出したので、キップスありでぜひ掴んでみてほしいと思う。というわけで、サービス精神で付けたキップスで、ちょっと本来の意図とは違う音になってるが、それ以外は非常におすすめの一台だ。楽しいハイブリッドが大好物な低価格イヤホン好きは、とりあえず突っ込んじゃっていいと思うぞ。おすすめだ。こんなところだな。良い。すごく良い。こういうサウンドを求めて、中華ハイブリッドを買っている。こういう前評判の空気と全く違う印象を受けるイヤホンがあるから、イヤホンは実際に自分で聞いてみないとわかんないんだよな。TRN 系ハイブリッドの中でも、おそらく後発の出てこない完成形の一つだと思うので、気になった方はぜひとも掴んでみてほしい。おすすめだぞ。といったところで今回はここまで。